本当にみんな満足して来てくれんやろか。第一はお客さんの満足度やな。評価するのはお客さんやからな。よっこちょっと。これも本当だ。反省をしてもう生きるか死ぬかっていうふうなそういう気持ちで斬新を持って仕事をする。果てしなく料理の道はあると思うので、あと10年はやりたいの。80まで。よし。ミンチにしてもらったやつ、ガラの骨やらね。よく足のもみじとかよく言いますね、スープにね。そういうのも全部含めてミンチにしてもらってる。それと豚のミンチで、もう一つは鶏肉の丸そのまま、それをアクを全部取って薄いすまし透き通ったスープにします。私はね、昭和26年生まれで73歳です。生まれは京都市内なんですけど、ずっと小さい時から京都府の美山町っていうところなんですよ。かやぶきの里とかそういうようなところで育って、18歳になってから京都の祇園の花見小路っていうところの竹家っていうここのお店に修行見習い、でっち奉公をしたんです。20代になってからですね、愛知県の東海市に私と弟と、男2人で住居付きの小さな店舗でしたので、2人で住んで、その時にすごく苦労した思い出はやっぱり味が全然違うんですね。京都の中華料理と愛知県の中華料理、愛知県の場合は味噌文化、習った料理をそのまま出したら全然受けない。こんな薄いのは何やとか味のことで苦労しました。で30近くになった時に両親がこの亀岡に来て焼肉小料理屋をこの土地でやってました。私長男でもあったし、私と家内と相談をした結果、それでほんならこっちに来ようかということで、自分で独立自営をしてからもう50年近くなるけれども、でも今年でこの店で45年ですわ。よし。これはこれでまた煮豚でね、こうして炊いています。これは味付けがこっちとこっちとまた違うのでな、使い分けをしてますね。京都市内っていうのは和食の文化、京料理っていうのは根強くずっと浸透しとったので、刺激のあるもの、ニンニクがあるもの、香辛料があるもの、いわゆる花街にいわゆる接待をされる人はご法度の調味料やね。それこそ
刺激を求めてからしをつけたりするけども、薄味でするっていうふうなことがまず大きな特徴でもあるし、70、80年ぐらいのもんかな。それこそ神戸長崎みたいにもう100年ほどずっと中華料理の文化が浸透してるのとはちょっと土地柄がわけが違う。でその中でもやっぱり自分はこうして習った料理、こうして京都の料理を堅くなに守りつつですね、守りながら半分はそれを守ってる竹家のやり方、ニンニクが少なく薄味のっていうようなことも守りつつ、右半分は亀岡独自のいろんな刺激を使ったり、ニンニクを使ったり、豆板醤を使ったり、そういうわうにしてヒット商品はこうしてやってみたりっていうふうなことをやってるこの頃ですね。メニュー作りについては。春巻きとかああいうのでもこうしてな。こうしてもう薄く薄く、こうして薄く薄くな。これで両方ともこうペラペラにする。そしてこれもな、まあ薄い紙切れのようなイメージな。まっすぐまっすぐ。そしてここにこうして並べて、今度はこれをそして糸入れる。これ糸になる。ああ、こういう状態。これは春巻きの具材ですわ。ネギ、たけのこ、しいたけ、カニ、全部細く切って今から炒めていきます。ちょっと豚肉の細く切ったもの。これを冷ます。はい。
何をされてるんですか？春巻きの皮、卵、小麦粉、片栗粉で水を入れて、でよく耳たぶぐらいの硬さに強く練って、濃度はもう長年の経験でその時のこう気候湿気が多いとかそういうことも含めて水の量を調節して、まあ一応これで置いといて、春巻きはもうこだわりがあるのでなかなかこんな缶は市販では売ってない。値段も高いからな。普通やったらよく春巻き300円400円でちっちゃなミニ春巻きがありますけど、私とこは1000円やからちょっと大きいし京風の春巻きやな。ここにこだわってる店も何軒かあるけどもう数少なくなってきてるけど。これも火力がものすごい火力とタイミングが。よっしゃ。石黒さん帰った？さあまだいるんじゃないかな。わからん。よっしゃ。
し本当にみんな満足して来てくれないのか。そのためには僕らのできることは一人一人聞くやなしに、あそこ行ったらこの予算でこんなんもやってくれた、それやったらいやいや言ったけどよかったやないのっていうふうなことを心の持ち帰りのお土産として持って帰ってもらったら、まだまだ家族で行こうかとか、そういうことを考えてお料理を作るということをやってから人参の切り方でも見とったら、僕ら見とったらすぐ分かりますよ。これは型でやってんやな、やっぱりこう包丁って手作りでやっとんやなとか、たけのこでも時間かかってあんな細く切って、そっから春巻きができているのか、そういうのことを考えて、それやったらこういうふうな冷凍の春巻きはなしに、そこの春巻きはちょっと高いけれどもそれを目的で家族で行こうかとか、そういうふうなことを常にこれからのテーマというか大事にしてるというか、こだわりでね、それでやってるようなことです。ここ大事なところや。ここパンクせないようにしっかりと揚げる。空気穴をちょっとこうして焼いといたら、膨張した時に、はい、これも温度が難しい。こうはしてちょっと熱いぐらいの方がいい。で一本一本こうひっついたら破れる可能性があるから、こうしてゆっくり半分だけ火を通す。さつまいもをこの頃に、そして冷蔵庫で保管しておく。で注文通ったらそれを揚げてきっときつね色になるように、こんな色や、これぐらいの色。よっこいしょ。大阪ではないと思うわ、これなんね。京都の春巻きですわ。こうして細長いジャンボ。それで中の具材にこだわり、さっき見てもらったたけのこ、細く切ってね。春も巻いてるんです。春を巻いてる。はい。たけのこは春のものです。たけのこを巻いているので春巻きなんです。春を巻かないと。京都の祇園で見習いをして、そこで教わったで、そのままのレシピだけども、こう亀岡で商売やってから自分で考えたのは、亀岡牛ガーリックチャーハンとか、味噌ラーメンも立川はなかったから、それはもうこだわりの必勝商品だな。半分に8等分にします。こうな、スッ、そしたら丸くこうな。包丁の切れ味にもよるしな。そしてこれで完成。
す、反省やな、常に反省をしてちゃんときちっと打った後に斬新をして、まあ昔は剣道の場合はいわゆる刀から来とるから、もし相手が刀で切って死んだと思って油断しとったら生き返ってバーンやられる場合があるから、刀で切ってもしムクムクと立ち上がってきても面が当たったと思ってもグッとほんまに大丈夫やな、もう生きるか死ぬかっていうふうなそういう気持ちで斬新。だから僕らの仕事でもお客さんがラーメン食べた、あるいは A ランチ食べた B ランチ食べた言うても出したらええっていうもんじゃなしに、本当に出して本当にお客さんが満足してまた来ようかなという気持ちを持って、もうあそこの店もう行かんとこかい、もっとひどかったらダーッと言いふらすというふうなことがありえないようにって斬新を持って仕事をするというのは、もう料理でも一緒やし接客でも一緒やし対応でもずっともうそういうようなことを考えながらまあ仕事をする。よく料理は心ですとかよう言うけども、本当に気持ちを持ってやらんことにもあかんと思うし。よっしゃ。ここまでできたら、この野菜や。玉ねぎ、キャベツ、ネギ、生姜、人参の皮。奥様は朝は買い出しに回ってらっしゃる。そうですね、亀岡はね、地野菜がねとっても美味しいんです。だからもう野菜でももうあっち特売日行ったり特売日を狙ってあちらこちらもう本当に美味しいですから、もうそれをぜひお客様に提供したくて頑張ってます。亀岡は京野菜言うてね、だからその辺の地元の野菜もすごく人気もあるしね、で値段のこともあるしね、中央市場から仕入れるんやなしにちょっとこっち行ってあっち行ってそのやってくれてますね。マスターのお料理の味をバックアップしてくれる野菜ですね。はい、同じお料理でも味が格段にお野菜次第で上がりますね。はい。今もう完成や。よしよし。ラーメンとかチャーハンのこういう具材やな。でラーメンでちょっと脂身が好きな人がおるので、そういう場合はこれで。部位がまた違ってこっちはバラなんやけど、こっちがもも肉、豚のもも肉、こっちはあばらのとこね。
さあ、あなたたちちょっと試食しなさい。よっしゃった。よし。お手軽に時間もない人はお手軽にやるっていうメニューもやってますじゃん。ご飯とかとスープだけでいいですよっていう200円でも安い方がええと。それと私とこはもうご飯の量もこだわってできるだけ小とかもっと少なくしてくれとか大盛りと普通の間ぐらいとかそういうのはもうお客さんにもきめ細かくどれぐらいの量にしましょうかって。はい、これでこれは一旦完成。お天気良くて良かったですね。ね。これはね、ウーロン茶とジャスミン茶を混ぜて、やっぱりウーロン茶だけだとどうしてもちょっと苦くなっちゃう。こっちだけだとちょっと物足りないみたいな。まあ64か73ぐらいで、まあ一番日本人が飲みやすい感じですかね。普通の卵だけやったらちょっと黄身も入れると濃厚な感じで。
ターンするときにこういう塊をなくすように、そうかじゃあんまり潰しすぎたらご飯粒が潰れてしまうので、だからお寿司屋さんの職人からも聞いたんやけど、寿司握るときにあんまり硬くやったら寿司のバラバラ感がなくなるから、だからギュッと絞ってなんかふわっとしたチャーハンでも一緒ですわ。もうこういうのでもあんまりゴトゴトやったらご飯の一粒一粒が潰れてしまうので、ふわっと優しく、そうか言うてこういう塊は良くない。でだから最初に手でよくさばいとくっていうことが一つと、あとはもう丁寧にふわっと仕上げる。押さえすぎない、押さえすぎていけない。ふわっとほどく感じ。これは味なし。兄貴。調理担当されるんですか。そうなんです。何を担当されてるんですか。ほとんどラーメンですね。ラーメンばっかり。で横でお父様が鍋を振ってっていう。そうですそんな感じ。もう結構昔からお手伝いみたいな感じ。そうですね。昔からはい。
で次男がホールの方の責任者になってやってくれてるし、娘は子供がおるから孫がおるから幼稚園預けてその短時間だけ昼のランチだけ手伝ってくれてます。いらっしゃいませ、どうぞ。こんにちは。どうぞ。空いてる席どちらでもどうぞ。チキンが1、ラーメンセットの味噌で1です。よいしょ。OK。これもこだわりがあって、ラーメンは白いところで、チャーハンは青ネギを作る。白いところの方が香りがあるから、だからラーメンには適してる。できるだけそれも細く切ってね。味噌はね、こだわりの名古屋の赤味噌ですわ。これを使った味噌ラーメンで、これはね、もう味噌ラーメンのタレを作っとるの。ミンチを入れて、もちろんスープもたくさん入れて、豆板醤とか砂糖、醤油を入れて味付けをしてる。だからこの味噌に豚ミンチがコツやな。豚ミンチを入れて。
みますね。こちらラーメンセット2、3円はい。失礼いたします。こちらが北京ランチです。はい。お味はいかがでしょう。美味しいです、味噌ラーメンが。もうでもずっとここに住んでるんで、はい、20年ぐらいは通ってると思います、月1回で。母親の時から母親に連れてきてもらって、やっぱり味噌ラーメンが多分一番美味しいと思うんで、特に冬場に食べたらすごく美味しいですね。温まるんで、はい。ミニミニセット、はい。取りて上がります。お手軽です。ご飯美味しいですよ。亀岡さんのお米は美味しいですよ。これうちはいいお米使ってるんで、まあコシヒカリ級の美味しいとこの別院の美味しいお米いただいてますのでね。そやけどもおばあちゃんの代からうちは付き合ってるから。右どうか。
から失礼しますね。日替わり定食でございます。ありがとうございます。いっぱいついてるね。美味しいんだ。打ち切りやったんやけど。よっしゃ。よくしゃった。豚肉と野菜の煮付け。よっしゃ。ミニラーメンが1です。ミニラーメン入れます。豆にこうしてね。ここまで透き通らせるコツみたいな。それはもう油をこうして豆に取ることと火加減やな。絶対グラグラ沸かしたらあかん。こうポコポコ沸いてるでしょ。ポコポコとな。微笑むという表現をする。ニコ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 笑うようなスープをね、ニコ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 グラ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 言うたらスープが怒ってるから。
でもう微笑むような感じでこれブルブル全部もう通して濁らすところもあるけど。どうぞ、空いてるお席どうぞ。失礼します。北京が2、ミニ麺付きで2、単品餃子1です。これはねもう前日注文です。どういった方がご注文されて？事務員さんですね。でも結構ねよく出てる印象があったので。そうですね。まあ日によりますけどね。ありがとうございます。お昼来てます。ほぼ毎日。ほぼ毎日。まあでも日替わりあったりで飽きないし、味付けもそんな濃くないし、食べやすいです。バランスも取れるし、どうしても好きなものばっか食べてしまうけど、ここやったらまあ選んで食べれるから飽きがこず、食べますよ。あんまり辛くしんといてって言うたら辛くないように作ってくれはるし、なんか嫌いなもんあったら初めに言うといたらそれなしで作ってくれはるし、どうもありがとうございます。プラス300円。300円。コーヒーまでがやっぱりランチという。あ、そう、ここで飲むんがいい。食べた後に飲むんがいい。どうもありがとうございます。これかな、定和彦さんからな、今から20年ほど前のことやけど、関東の開店の20周年や言うたらな、ちょうど関東に来てくれてた時や、ほんならちょっとなんか書いてあげるわ言うて、山水画とこうコメント、文章をこれずーっとな読み返しては自分の原点
のような気持ちでやってますね。ここでずっと住んだ時にやっぱり影響を受けた人はこの定和彦さんなんかも影響を受けましたわ。何十冊やった本出すたんびに矢野さんこれ見て勉強せえっていうようなことを言うていつも私にプレゼントをして、でもちろん定さんも亀岡で用事があって来た時にはここ寄ったり、大阪の梅田に行った時には定さんのお店に行って定さんのお母さんとか奥さんとか親しく、家族ぐるみで親しくさせてもらったり、阪神大震災の時はボランティアの大鍋大会をしたりとか、そういう影響力もかなり大きな。でお料理の方の勉強も定さんがこんな料理どうやろうあんな料理どうやろうっていうやっぱり勉強していかんことにはっていうふうなことを言って、で私もいろいろずっと聞いたり学んだり、まだまだ勉強をしていかんことにはお料理はね、それこそどうやないけどやっぱり自分の道はもう果てしなく料理の道はあると思うので、今でもよくテレビとかそれこそ YouTube とかそういうのを見るとやっぱり勉強になることもいくつかはありますわ。ああこういうやり方もあんのかっていうふうなことも自分で気づく再発見をするっていうふうなこともよくあります。これは雪の結晶みたいな、雪の結晶な。餃子は大体1日何個ぐらい仕込まれますか？餃子1日100万個王将ですけど、そんなことはないですけど餃子そうですね、毎日仕込むわけじゃなくて3日に1回ぐらいですね、毎日仕込んでいって、50人前ぐらいやって3日で50人前ぐらい出る感じですかね。1人前何個になるんですか？1人前で8個ですね。1人前でちょっとちっちゃいんですよ、小ぶりなんが8個、400個から500個ぐらい。そうですね、400から500。キャベツの他にはどんなものが？キャベツは豚とかニラとか
ニンニクはちょっと少し少なめですね。だからあっさりしてますね、本当に。あっさり餃子。あと10年はやりたいの。80まで、まあ子供たちもだいぶ戦力いうか料理のことも興味持ってやってくれてるけど、まだまだ私がおらなあかん場合もあるし。80まで。ああ、80までやるつもりです。まあおかげさんで健康で、耳がちょっと遠なったから、ちょっと今みたいに電話の応対とか接客とかその辺がちょっと不具合を生じて、だんだん息子たちに任してるんだけど、あとはもう舌もしっかりしてるし、足腰とか手でも中華鍋でも全然大丈夫だし。中華お好きですね。うん、中華料理は大好きや。やっぱりこの間もちょっと京都のそこに迎えてある森幸さんっていうところに行って、昼からちょっとビール飲んで紹興酒飲んで、クラゲとかバンバンジーとかいろいろこうでも昔の話をずっとやって、そういうのも楽しみの一つっていうのは、勉強もなるし楽しみの一つよね。大切にしているところを言うたら、やはり第一はお客さんの満足度やな。お客さんが一番この金額でこの味でこのスピード感でこの接客でっていうふうなことを評価するのはお客さんやからな。次男息子がホール中心になってやってくれてるけども、お茶の熱いお茶の出し方でもこだわりを持って、朝ちょっとウーロン茶とジャスミン茶とブレンドをしてちょっと熱いめに入れて、この温度はどうやろうな、食事した後にまた熱いお茶をこう海外しくやってくれているし、満足度っていうことが一番大切にしてるけど、それだけではあかんしな。やっぱり働いてる人がやりがい、生きがい、手応え、自分の立ち位置、私がこうやっとるからこの店のこの角度からこれをやっとんやとか、いわゆる勤務してる人の満足度っていうふうなことも大事。よく散歩よしっていう話も聞くと思うけど、やっぱりお客さん、働いてる人、そして業者もいわゆる信頼関係のもとで、そういうところが円滑に回るように、常に満足ができるようにっていうふうなことを考えてこだわってやってるっていうことです。もうこの頃その中華料理だけと違って、日本全国京都府が働き手がだんだん人口減少からこうしてなってきとるから、僕らみたいにもう60代70代がもう、まあ私は元気でこうして仕事をやれるから倒れるまでは一生懸命ずっと仕事はするけども、普通のサラリーマンの人はもう定年退職過ぎたらあとは年金で生活。だから日本の国がもうだんだん重たくなってきてるわな。今はもっともっと子だくさんになって、将来がずっと日本の国を支えるぐらいにならんことには具合悪いんやけど、それがもう日本だけに限らず京都府だけに限らず、この亀岡もだからその辺も大きな課題の一つとして、なんとか今おるスタッフも大事にしながら、誰かこう働きでっていうようなことを考えているのが関東だけと違うけど大きな課題ですわ。もうお父ちゃんお母ちゃんも何十年前に亡くなって、家内の方の名古屋のお父ちゃんお母ちゃんも亡くなったけど、今おる5人は健康でこうして素直に育ってくれたし、何年かに1回集まってファミリー会をしますには、ここ座敷もあるし食べるもんも容器あるから、だからこう集まってはビール飲んでバーって近況報告やね、そういう家庭円満っていうかファミリー円満っていうか、私が一番家族の中では家長ですので、だからその辺は頑張って家族の安泰っていうか、家族の平安、ファミリーのね、その辺のことも考えながら仕事をしてるようなことです。来てもらうのを楽しみにしています。ありがとう。はい、元気でね。ありがとうございました。
は畑行って飲むお茶とかをクーラーボックスに入れてやってます。今からはどちらに行かれるんですか？いつもやってる畑です。ちょっと遠いんで、王吾北区なんですけど、はい、今日は明日とか来週、今週使うお野菜を収穫するのがメインと、あとはまあ水やり、草ちょっともしかしたら刈らなあかんところがあったり、そんな感じですかね。朝は子供のおにぎり残りです。朝一のルーティンとしては、お子さんをお店に来る前にお子さんを送って、そうです。僕が雨の時とかは車で送ったり、普段はみなちゃんが自転車で2人乗せて行くって感じ。自転車で。はい、そうです。止めてもらっていい？この一帯が全部僕のやつです。やばい。すごいですよ。すごい大きいですね。いいですか？また後で。これ何ですか？ピーマンみたいな感じで、すごい甘いピーマンです。何が一番大変とかあるんですか？大変、暑さ。すごい今日ももう晴れてますもんね。ミニトマトたくさんですね。ミニトマトたくさん、明日サラダに使えます。
めっちゃでかいやつがありますけど、いい感じです。はい、ナスいい感じです。パールゴーヤって白いゴーヤですね。このパールゴーヤは何に使われるんですか？これも中華炒め物とか和え物とかにちょっと使っていこうかな。いいんですか？あ、どうぞ。すみません。ありがとうございます。育ててる野菜は何かその選ぶ基準とか、使いやすいのが一番いいかなと。あとは保存しやすいとかをちょっと考えながら栽培していって、1年やってまた勉強して、それで最終的にどういう野菜をここで育てていったら一番いいのかっていうのを、まあ、今ちょっと勉強中っていう感じです。はい、はい。熱湯が出てきてる。熱い。あ、いや全然ちょっとずつ。こんにちは。マイクロファーマースクールでお世話になった先生の一人ですね。はい。いろいろともうほんまにお手伝いさせてしてもらいました。教えていただいたし。こうやって今ここでねお会いしてお話ししてるのもスクールを介してのことなんでね、もしやってなかったら多分お会いすることもあまりなかっただろうなっていうふうに思いますね。畑の方は一から耕されたんですか？はい、そうです。はい。初めは借りて機械を借りてやりました。OK です。なんかほんまにやりたいことって何なんですかって言われた時に、なんとなくでしか答えれない自分がいて、そこにずっと仕事をしてお店も2軒やってるっていうのもあったんですけど、なんか自分のこれっていう答えが素直に答えれないっていうのがすごくなんかモヤモヤしてるっていうか、なんかそこがちょっときっかけっていうのはきっかけです。ずっと。これもこれ自分のやつです。取れた野菜ですか？
今日のサラダです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。サラダを作って何が作っていくのか。つけといた。開かないです。あと10分ぐらい。
ドレッシング。赤玉ねぎのドレッシング。畑で採れた。はい。畑で採れた玉ねぎのドレッシング。手くるくるなって週替わりなんで毎週1回。これは飾ってみようかな。
保育園のママ友です。さ蒸し鶏の生姜ソースとドレッシングは赤玉のドレッシングです。はい、いただきます。お水もらっていいですか。はい。白いゴーヤと緑のゴーヤ。白いゴーヤは初めて私も見たんですけど、市販で少ないですよね。いやでも青臭さが多分少ないんやと思います。そうだから畑連れてってくれってずっと言ってて。やってみたいんですか？自分で借りるのにはちょっとハードルが高いので、人のやつを程よく程よく耕したりしに行きたいんですよ。夏が終わったら
天然なんてになります。エビチリランチです。こっちは副菜がナスのはい。はい。ナスのちょっと。なるほど。お味はいかがでした？美味しかったです。最高ですか？最高でした。結構な頻度で来てて美味しいです。楽しいです。ママ友なんですよ。ママ友。そう、娘と息子さんが同級生で、動物園近いんで、動物園の前にランチしてそのまま行ったりします。めちゃめちゃいいですね。暑いんでお体気をつけて。ありがとうございます。ライスで、はい、わかりました。担々麺ランチです。ありがとうございます。は少ないんですけど、夜は結構あるか。なんか大丈夫。
しゃいませ。いつも美味しくいただいて。本当ですか。それもう来た時気分、何でも美味しいから何でも野菜も自分で作ったみたいしの私は暑くてよいかんけどまたちょっとそこらへん行ってまた帰ってきます。ありがとうございます。担々麺です。ドレッシング、赤玉のドレッシングで。はい、ありがとうございます。じゃあ昨日採れたてのお野菜。菜園の自分たちで作ってるやつ。よくもお店をよく来られるんですか？時々来ます。なんかこの前奥さんうなじのところが真っ黒で、なんでそんなにそこだけに焼けてるのって聞いたら畑って言って。場が近いのと昔来た時に美味しかったから。でそうしたらたまたまチェーン店のマスターの息子さんとうちの娘が通ってる保育園が一緒だったんですよ。そうなんですか？運動会の時に発覚して、あーってなったな。こんなご縁。それもいいよね。あるお店で
うちらなんてしょっちゅう喧嘩するけどそういうのなくない？スマートにやってるよね。私たちだったらすぐ喧嘩喧嘩されてるところは見たことないんです。ない。担々なんですの。はい、これは。はい。これは中華麺、蒸した焼きそばの。それをいつも納品されてる。そうです。そうだったんです。ありがとうございます。これ米少なめでいいですかね。はい。僕も米少なめ。麺多めなんで米少なめ。両方系です。びっちり並んで、ご飯これぐらいで大丈夫です。はい、大丈夫です。ありがとうございます。麺が大盛りとご飯と前と比べてあっさりしました。担々麺のお味はどうですか？美味しい。いつも通り安定した美味しさです。四川とかやったらもうちょっと。すごいなと思って。みたいなレインボーか。レインボーが早かった。お昼は担々麺食べに。今日暑いからやめようと思って行きたい。後ぐらいしんどいかも。担々麺が美味しくて、ちょっと前はとびこのチャーハン美味しかったよ。酢豚も美味しかったし。これ美味しいですよ。エビチリ美味しいです。エビチリ美味しい。野菜めっちゃ美味しかった。ドレッシングが美味しいな。ドレッシングめっちゃ美味しいし、あと白いゴーヤが初めて食べたっていうのと、ゴーヤとかもさ、結構分厚く切ってあったけどさ、全然苦味なく食べやすいよね。めちゃくちゃ美味しかった。ここに苗あるもんね。来週あたり畑に持ってくのかなみたいな。いいよね、こうお店を2人で切り盛りしてるし、畑も一緒に行ってね、なんかいいなって思います。畑で野菜を作ってそれをこう提供するってなったらそのストーリーだけでも美味しく感じる。いつも美味しいご飯ありがとうございます。ありがとうございます。はい。
先代が作ったなんかあれで、はい、とびこちゃんを引き継いで今もやってると思います。先代っていうのはどちらのてんてんさんのですか？そうですそうですそうです。どういった方なんですか先代？香港の人でおじいちゃんです。ここにこう食材が並んでて勧められるから「あこうええよ」とか言って「そうなんすか」値段見たらびっくりするけど腕は確かにな。料理の鉄人の人やろ。陳建民さんでやったんちゃうかな。やってた知ってる知ってる。ここでおじいちゃんが3人ぐらいで鍋振ってたよ。ごちそうさまでした。ありがとうございます。ありがとうございます。気をつけてください。ありがとうございます。ありがとうございます。中華料理野菜がメインのお店に変わったということで、先代さんはお肉メイン魚メインでとっても美味しかったんですけど、野菜の好きな方からお肉の好きな方まで来られたらいいんちゃうかなと思います。味は間違いないと思います。ありがとうございます。21の時に、はい、お料理をそうです。その時は大阪でやってて全く知らないアルバイトを皿洗いしててから始まって、別に就職するも何も料理の世界に入るつもり全くなかったんけど、まあその時の料理長がせっかくやったら料理やってみいひんかみたいな感じで誘われたのがきっかけですね。と豚肉のニンニク炒めです。
天天ランチです。野菜蒸し鶏の生姜ソースとクラゲの醤油漬け、つるむらさきと干しエビの山椒オイル和えと、コーンの春巻き、ドレッシングが赤玉のドレッシングになります。北海道のやつって言ったら休憩中です。今日習い事があるので早くお迎え。ありがとうございました。スープは豚骨ですか？豚骨ですか？豚骨。まあちゃんぽんが中心やから。期待しとったのに。5枚ぐらいついてます。時間前だったらみんなセットしてくれるから、それでも遅いから。魚3キロ、一味と醤油と辛みがまんべんなくなるように。
作る本人はほとんど食べないです。そうなんですか。辛いもん。あ油ってマクつける。あ、もうそれで大体コーティングできた。はい、ご苦労さんです。ご苦労様です。これがちゃんぽんなんですか。はい。そうです。お持ち帰りだけで来たりするお客さんもいます。忙しなったらこの後取られる。そうです。お待たせしました。ご注文以上で大丈夫ですかね。入れていきます。同行していただいた
えらいできたなと思うと。はい。半ちゃんちゃんこっち、半ちゃんたらいちです。ありがとう。とろみがついているのがそうそう、皿うどん。皿うどん。こっちはね、ちょっとね、とろみがついてる。薄いとろみなんだけど、食べたら食感が違うんですよ。この方が麺に絡みやすい。ああ、なるほどね。うん。麺が美味しいね。まろやかなんだけど、スープの味がすごくしっかりしてて美味しいです。うん。九州では両方あるからね。揚げた麺と普通の柔らかい麺と。揚げそばのはもっとドロッとしそう。すごい綺麗に、もちろんスープまで。汁が美味しいから。ごちそうさまでした。すみません。はい。ありがとうございます。こちらのお店に通う理由とか。丁寧やと思います。お店も綺麗にしてるでしょ。一押しメニューは多分ちゃんぽんやと思うんですけど、個人的には揚げそばですね。揚げそば一押し、揚げそば一押しで、それにソースをかけて食べるのが美味しい。美味しい。そうなんですね。
私ここの高菜も好きなの。高菜美味しいね。美味しいよね、食べ放題。辛いけどね。辛いんですか。めっちゃ辛いですよ。辛いけど、ここの高菜を食べると他は食べれない。高菜はチャーハンにぶちまけて食べるね。ね、いいですね、チャーハンに。美味しいですよ。だから醤油。はんちゃん醤油です。はい。はい、醤油ね。はい。お待ちどうさん。はい、醤油とどうぞ。いらっしゃい。初めて来ました。上司に勧められて。上司にはい。おすすめのメニューはこのメニューだったんですか。ちゃんぽんって言われましたね。あ、ちゃんぽんって言われて。僕エビ食べれないって言ったら、じゃあ醤油かなって言われました。あ、そうなんですね。はい。美味しいです。はい。はい。はいよ。はい。揚げそばね。はい。ありがとう。はい。はい。そうだね。はい。あ、私は揚げそばが大好きです。そうですそうです。歯ごたえが良くて、で、とろっとかかってるお野菜がたくさん入ってて美味しいです。5、6人で。金曜日です。友達の情報でここへ来ました。僕は広島の福山ですけど、この辺にちょっと用があって来てたら、ここのお店を勧められたんですけど。そうですね。はい。はんちゃんちゃんぽんです。いらっしゃいませ。座席。すいません。すいません、味噌ラーメンです。
大丈夫です。はい。いうことはちょうだいし。はい、ありがとう。はい、ありがとう。ラーメンとか先行きます。はい、すいません、失礼します。カンキャンです。はい、ごめんなさい。ちゃんぽんにされたんですか？店員さんに勧められたので美味しいですね。やばいのかな。ラッシュ入れて。何？全部飛んで。店長半ぐらい。ごめんなさい、ラーメン上がった。はい、お願いします。はい、ありがとう。すいません、お味噌。はい。はい、そういうね。はい、どうぞ。
熱々で美味しそうですね。うまいです。その辛いぐらいがうまい。ちゃんぽんの2つと餃子です。餃子2人前。いや自分のどれやつこれ以上客増やしてこれ食べたいやん。高菜がうまい。そうそう。うまい。他のところと全然違うから。これを食べるために来てんの。これを食べるために来ている。普通のあれは食べるんですけどね。これを食べる。辛っ。これって牛乳なんですか？牛乳。臭みをちょっと取る。はい、ありがとう。はい。失礼します。お父さんから。じゃあ餃子持ってもいい。頑張ります。これ暇なんですか？暇ですよ。忙しい時これの何倍ぐらい？だからずっと作ると2時ぐらいまで。何しこれぐらいやったら余裕で楽なんで。ありがとうございます。余裕ですか？はい、ありがとう。
美味しいです。はい。お野菜がたくさん入ってて美味しいです。5、6人で。ごちそうさまでした。はい、ごめんなさい。お願いします。